関ヶ原島津軒口。どうする家康に学ぶ日本史。なぜ島津義弘は敵中突破したのか。関ヶ原の合戦で取り残された島津隊は後方へ逃げるのではなく、正面の徳川家康本陣目指して突破する作戦、いわゆる島津軒口という戦法を取った。なぜ島津義弘は敵中突破をしたのか。関ヶ原島津軒口を詳しく見ていこう。島津氏は1587年天正15年、九州まで出陣してきた豊臣秀吉に降伏して豊臣家臣となった。九州のほぼ全域を治めていた島津氏だが、領地は薩摩、大隅の両国と日向の国、諸方郡だけとなった。さらに秀吉は島津義久を薩摩、義久の弟の義弘に大隅を統治させるなどの大使の権限を分断する政策を取った。このために義久は反豊臣氏となり、義弘は親豊臣氏となった。島津義弘は秀吉の要請で朝鮮出兵にも従軍し、数千の兵で10万余りの敵を打ち破る活躍を見せている。秀吉が死去すると、五大老の筆頭徳川家康と五奉行の一人石田三成が対立する。家康は不穏な動きを見せた上杉景勝に対して会津征伐の兵を挙げるが、家康が大阪を離れると三成が挙兵する。西軍の総大将には毛利輝元が就任するが、西軍が挙兵した頃、島津義弘は伏見にいた。この時点で義弘は東軍か西軍のどちらにつくか迷っていた。一応豊臣政権が公儀ではあったが、五大老の筆頭家康は皆から天下殿と呼ばれている。義弘は迷った挙句に国元の義久たちが組みする家康方に味方する選択をした。家康は上杉討伐の日程が決まると、義弘を呼び寄せて伏見城の留守番役を命じた。ところが家康が会津に出立して、いざ義弘が伏見城に入城しようとすると、行商の鳥居元忠が待ったをかけた。元忠は家康から伏見城の城将に命じられたが、義弘が留守役として入るということを正式に家康からは聞いていなかった。そのために東軍西軍のどちらにつくかわからない島津軍を入城させることをためらったのである。結局義弘率いる島津隊は西軍に属することになり、石田三成と行動を共にしている。義弘は国元での内紛の影響で1500名の兵士を集めるのに四苦八苦する。1600年慶長5年9月15日、関ヶ原では島津義弘以下1500名は石田三成の右手後方に陣を敷いた。当日未明、霧が晴れかかった午前10時頃から関ヶ原の合戦の火蓋が切られた。島津軍は古来から傍観していて戦闘には参加しなかったという説が根強い。しかし事実は
島津隊は2番備えで、先陣の石田隊、浮田隊が奮闘むなしく敗退したため出番がなかったというのが真相のようである。また関ヶ原の合戦についてはさまざまな説が錯綜している。勝負は6時間ほどで決したとも、中には2時間ほどで西軍は敗れ去ったという説も存在する。島津義弘は西軍の敗北が決定的となると、我が薩摩軍に5,000の兵がおれば勝ってみせたとつぶやいたという。義弘は10万の明朝鮮連合軍をわずか数千で撃破した戦歴を持っている。義弘は家康に勝るとも劣らない戦歴を持っていたのである。もしも島津義弘が関ヶ原の戦いの西軍の指揮を取っていれば、勝敗は逆転していたのかもしれない。いよいよ退却すると決めた義弘は、やおら甲冑を身につけた。66歳の高齢である義弘は、体力を温存させるために、それまでは甲冑を身につけていなかったのである。義弘は後方の伊吹山方面に逃げるのではなく、前方を突破して退却する道を選んだ。家康よりも6歳も年上の義弘は、老齢のため後方の伊吹山を越えるよりも敵に向かって死ぬ道を選択した。つまり義弘はこの時すでに死を覚悟していたのである。まさに死中に生ありとはこのことである。石田勢も浮田勢も敗退すると、東軍はただ一軍だけ取り残された島津隊を取り囲んだ。島津隊は一糸乱れずに前進するが、井伊直政らが追撃して義弘の家臣島津豊久を討ち取っている。しかし井伊直政はこの時に狙撃され、2年後にこの傷が原因で亡くなっている。島津隊は伊勢街道を南下して信楽から大阪へ出ると、義弘の夫人たちを救出して海路で鹿児島へ帰国している。関ヶ原からの生還には19日間を要し、1500名いた兵士は50名ほどになっていたという。しかし島津義弘の島津軒口の活躍で、関ヶ原の合戦の敗者では唯一島津家は領国を安堵されたのである。幕末で島津藩は関ヶ原での雪辱を果たし、毛利長州藩と徳川幕府を倒して明治維新を成し遂げる。その原動力となったのがこの関ヶ原島津軒口であったのである。